版の最強経験値トラップの作り方をご紹介。長年統合版で使われてきた経験値トラップのアローキラー、こちらは今後使えなくなります。その公式発表を受けて、現在経験値トラップとして運用が非常に簡単な、一度に経験値をゼロの状態からだいたい50から56ゲットできるマジでおすすめ経験値トラップをご紹介。簡単小型設計で初心者さんに分かりやすく丁寧に解説するのはもちろんのこと、こういった装置は作った後壊れやすかったりするんですが、使用対策、バグ対策完璧にご紹介してます。説明欄には作る前の注意点、必要素材、動かない場合のトラブルシューティング全て記載してます。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まず作る場所を決めるんですが、基本的にどこでも OK です。ただ後々リードでアルマジロを連れてくるんですが、距離ができて大変という方はサバンナバイオームに作るのがおすすめで、説明欄に作る前の注意点記載ございます。今回は平原に作ります。まず石レンガを置いて、石レンガはこのように T の模様があるんですね。向き超大事なんで一緒にしてください。 T 字の T のこの部分、こちら側を削ります。そして今削った場所には砂を設置して、石レンガは1個壊して OK。 そしてこの状態から砂の上に仮ブロック、きよきよチャンネルでは分かりやすいようにダイヤブロックにしますが、土とかなんか石とかでも OK です。砂上1個置いて、この穴を囲むようにブロックを設置。そして砂側に1個またブロックを積んで、反対側にももう1個積みます。何してるのということですが、ここにねゾンビを落としたいんですね。なのでこの仮ブロックの側面にトラップドアを置いてください。一応動作確認として開くとこのようにブロックの側面にビタッとつくようにしてください。開けておきます。今昼のうちにこの装置の半径だいたい20マスぐらいはこのように松明で湧き潰ししてあげてください。というのはこれから夜の作業に移ります。夜にねゾンビを連れてくるわけなんですが、クリーパーとかが近づいてきて爆発しちゃう可能性あるんで、なるべく広い範囲湧き潰し、ドカーンと湧き潰しできました。そして昼のうちにまだやることあります。金床をご準備いただいて、この金床で名札をね1個名前を付けてあげます。ゾンビに名前を付けますんで、ちょっとゾンビくんとねさせていただきます。公式発表で不詳の矢型のねトラップ使えなくなるらしいんですよ。今後このトライデントキラー型が現在最強経験値無限になりそうですね。この状態で夜を待ちます。夜になったらこの装置の周りは松明で湧き潰ししてるので近くにゾンビはいませんが、このように歩いていくとゾンビがねいるはずです。ゾンビに追われれば勝手についてきてくれるんで、よっしゃオッケーオッケーオッケー。この奥のゾンビ今私に近づいてきてくれてますね。そしてトラップドア置いてありますでしょ。ここから行きますよ。よいしょ。そうするとトラップタワーの要領で落ちてくれます。でこの状態で落ちてくれたらね、名札で名前つけちゃいましょう。 OK。 はい、すっぽりはまってくれました。この状態で名前をねつけていることを必ずご確認ください。そしたら夜のうちに必ずこのゾンビくんの上に蓋してあげてください。今回ね石系のブロック使ってますが、このブロックはシルバーフィッシュに侵食されないブロックにしてください。何ですかそれわかんないんですけどという方、説明欄に使ってはいけないブロックだけ記載してますんで、それ以外のブロックにしてください。これ滑らかな石とかなら OK。 この状態になったらようやく昼になって OK です。朝になりました。ではこの最初に置いた仮ブロックだけ破壊して OK です。くれぐれもこの石ブロックは絶対に破壊しないでください。ゾンビが消えてしまいます。いきますよ。まずこの仮ブロックだけ破壊してあげる。でこのトラップドアも破壊して OK。 こうなったらサボテンを砂ブロックの上に1個置いてください。ちなみにこのサボテンなんですが、サイドにブロックがあると壊れてしまいます。なのでよくねサボテン置きませんっていう方はこういうトラブルが多いですね。サボテンを1個設置。そしてこの石の側面かつサボテンの上にコンポスターを1個置きます。さあここからコンポスター横にしゃがみながら仮ブロック置いてください。そしてその横に階段になるようにブロックを置きます。上から見るとこんな感じ。階段ができました。この石ブロック上にも置いてコンポスターをね囲むような形で両サイドにつけていきます。これ何するのかっていうと、ここにねアルマジロをレールとトロッコを使って入れるんですね。なのでそのすっぽりしっかり入るための囲いになります。今のうちにコンポスターにつながるようにこのようにレールを接続してあげてください。よいしょ。でね、
トロッコもう置いときましょう。トロッコとレール使うの嫌なんですけどって方、このね、2つを使わないと、コンポスターの中にアルマジロすっぽり入ってくれないんですよ。フィジカルだと入らない仕様になってます。なので、必ず使用してください。では、ここにアルマジロをお好みの数連れてきていただきたいんですね。おすすめなのは、アルマジロを2体連れてくることです。2体いれば繁殖することができるんで、アルマジロの数調整することができます。なんで、じゃあ2体、今回連れてきましょう。アルマジロは、アカシアの木が生えているサバンナに生息していますんで、こちらはね、頑張って探しましょう。そんなにレアバイオームではないので、頑張れば見つけることができます。そして探しに行く前におすすめなのが、雲の目か、リードをね、持っておくのをおすすめします。雲の目なら1個。リードだったら連れてくる体数分の、2本持っておくのがおすすめ。こちらがサバンナバイオームです。アカシアの木ありますね。このバイオームを歩き回っていると、こちらは鶏ですが、いましたね。野良のアルマジロでございます。アルマジロ自体はね、全然レアじゃないので、数匹必ずいると思ってもらって OK です。で、連れてくる方法なんですが、このアルマジロ、雲の目を持っていると、ドゥンドゥンドゥン、はい、はい、どうぞ、つって。アルマジロの好物、雲の目なので、ついてきてくれます。ただね、ちょっとのっそりはしてますね。ただ確実にこのような段差とかも自動で登ってくれるのでおすすめです。ただちょっと遠く離れすぎちゃうとね、検知してくれなくて離れ離れになっちゃうんで、ちょっとアルマジロの歩行速度に合わせてあげる必要あります。で、雲の目はね、雲からドロップしますが、ちょっとね、若干レアだったりするんで、糸から作れるリード、繋いであげれば、よいしょ、よいしょ。はい。1匹あたりにつけてあげれば、このように引っ張ってくることができます。こうするとね、もう引っ張れますんで、純粋に。そしてこの段差とかも、プレイヤーがこういう風に、ジャンプしてあげて、引っ張ってあげる。で、こういうね、谷とかがあった場合はちょっと埋めてあげて、よいしょ。こうやってアルマジロさんがね、こうちゃんと、無理にね、引っ張ると引きちぎれちゃって、今、ね、リード外れてしまってました。なんで、丁寧に連れてくる必要があります。アルマジロを連れてきたら、おすすめなのが、この装置からだいたい1回20マスぐらい離れたところで、穴をね、掘るのをおすすめです。だいたい 3×3 ぐらい掘ってあげて、深さは2マス。ここにね、入れてあげましょう。で、もちろんこのアルマジロをトロッコに入れてあげて、コンポスターの上に連れて行ってあげてもいいんですが、ここでアルマジロ増やせますんで、繁殖方法をお伝えします。雲の目を上げると、よいしょ。ハートが出てくれますね。はい、1体につき1個上げてみましょう。そうすると、もうね、間もなくして赤ちゃんアルマジロが生まれました。この赤ちゃんアルマジロに雲の目、このように同様に食べさせてあげると、大人になるんですよ。はい。そして、大人になったアルマジロにまた、雲の目あげて、ちびっこちゃん生まれるかな？よいしょ。生まれますか？なんかハートばっか出て、新しいね、アルマジロ出てませんが、時間経てば生まれるはずです。生まれましたね。素晴らしい。これを繰り返していけば、もうお好みの数、アルマジロ増やすことができます。動画の説明欄には、雲の目が無限に溜まる雲スポナートラップの作り方ご紹介してますんで、そちらもぜひご確認ください。そして、このアルマジロをね、もう早速、このコンポスターの中に入れていきたいんですが、アルマジロを入れる体数によって、経験値効率に差が出ます。アルマジロ1体をこのコンポスターに入れた場合は、だいたい経験値30程度。これでも大効率ですよね。そして、3体入れると経験値がだいたい54。中央値ですね。54ゲットできます。そして、アルマジロ5体とか入れるとね、もうなんか経験値65とか70とか狙えるんですが、もちろん入れる体数によってゲームが重くなっちゃったりします。なので、スイッチとかでプレイされている方、だいたいアルマジロ3体がおすすめです。高スペックなパソコンでやられている方で、5体ぐらい。今回は3体で試してみます。連れてき方なんですが、まず作った穴にね、このようにちょっとレールドカーンと、繋いであげても適当でいいです。よいしょ。くね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 させて、繋ぐんですが、このままレール繋いじゃうとすぐ脱走しちゃいますんで、繁殖場にいる間に、3体に名前つけます。金床用意していただいて、名札に、アルマジロパイセンと。名前つけまして、よいしょ。これをね、3回繰り返して、名札3つ、アルマジロパイセンとね、つけてあげてください。3つできましたら、もうね、名前つけていきましょう。よいしょ。アルマジロパイセン。今回、全員つけてみました。よいしょ。この状態で、アルマジロね、脱走しちゃうんで、一回フェンスで囲ってあげて、ただね、これでも全然脱走しちゃうんだけどね。一回ね、この辺も破壊して、フェンスで一周ぐるっとしてあげてください。で、3×3 の真ん中まで削ってあげて、レールをつなぐ。で、そしたらここ破壊して、レール。いいですよ。そうするとね、出てきちゃうんで、このようにトロッコね、置いてあげると、はい、どんどん入ってくれます。で、そしたらちょっとこう、
フィジカルでこうやって押してあげて、よいしょ。やばいやばい。よし、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 よし。フィジカルで、はい、押してあげました。で、はい。どうぞ、どうぞ乗ってください。どっか行っちゃう場合あるんで、このね、雲の目ね、持ってるとこのように、はい、これにね、向かってきてくれます。よいしょ。鶏乗ってんだけど、君、どっか行って、ちょっと。なんで、もうね、このように、よいしょ。脱走したアルマジロパイセンもね、乗せちゃいましょう。よいしょ。乗ってくれ、乗ってくれ、君。よいしょ。乗って。乗って、よいしょ。いけよ、ナイスナイスナイス。まあ、上から見ると全員なんか乗りましたが、3体だけトロッコで輸送してあげます。この状態になったらね、はい、フィジカルで押してあげれば、このようにトロッコ進みますんで、戻ってきちゃう場合もいきますよ。一緒にフィジカルで、おいしょと。ここで確認するのが超重要なのが、まず、アルマジロに名前がついているか。その上で、ゾンビがいて、ゾンビに名前がついているか。ここをご確認ください。で、すっぽりハマりましたら、トロッコを破壊します。そうすると、コンポスターに入ってくれた上で丸まります。ダメージを受けているエフェクトが出てるんですが、アルマジロ、丸まってると小さいダメージ受けませんので、エフェクトだけ出るという状態になります。これを3回やります。さあ、じゃあちょっとこちらね、よいしょーつって、よいしょーつって、よいしょ、よいしょー。さあさあさあ、行ってくれ、行ってくれ、行ってくれ。行ってくれ、行ってくれ。トロッコに乗ってる間はね、丸まらないんですけれども、カチャンと、仮ブロックでせき止められたら壊してあげる。そうするとまた丸まってくれます。で、これをあと1回やります。あ、ちょっとなんかすごい、ちょっとなんかお弁当みたいになっちゃってますけども。よいしょ。ちょっと、大丈夫かこれ。よし。乗るかこれ。よし。オッケー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 。オッケー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 。せーの。よいしょ。はい、このように入りました。もし、うまくここにトロッコがカチャーンとはまってないと、アルマジロがここに、この上に出ちゃう時あるんですよ。そしたらね、ちょっと一発ポンとね、ちょっと叩いてあげて、こちら側にこうね、落ちた状態でまたトロッコ置いてあげて、もう一回乗せてあげてください。ここまでできたら全員でハイタッチ。では、この仮ブロック破壊して OK です。くれぐれも、このコンポスターやサボテン、ゾンビの上のブロックは絶対に壊さないでください。仮ブロックだけ破壊します。まあ、レールもね、破壊しちゃって OK。ここまでできたら、ゾンビの上の太陽光を防ぐね、このブロックの上に、葉っぱブロックを置いてください。種類は何でも OK です。葉っぱブロックの側面にはガラスを設置して、コンポスター側にガラスを伸ばします。上から見るとこんな感じ。そして裏側に行って、はい、このゾンビ上ブロックと葉っぱ側ですね。今度トラップドアを葉っぱブロックの下につけます。この位置関係でございます。で、ここまでできたら、パターンと一度閉じてあげて、もう一度向かいます。左右どちらでもいいので、仮ブロック置いてから、仮ブロック側面にフェンスを置きます。フェンスも何でも OK。壊してあげると、上から見るとこんな感じ。まあ、横から見るとね、フェンスだけ1マス浮いているような見た目になりました。次に、水入りバケツ持ちまして、葉っぱに置きます。葉っぱの中に入れてあげるイメージ。せーの、よいしょ。そうすると、葉っぱブロックの内部に水源ができて、コンポスターの上に水流が生まれました。下から見るとね、このような見た目になっていることをご確認ください。必ずコンポスター上はね、こう斜めの水流になってってくださいね。そうしたら、シルバーフィッシュに侵食されないブロック、まあこのゾンビの上のブロックと同様のブロックで、葉っぱブロックの上に大きいの、水流の上にも置きます。このような形。このフェンス側を正面として、右側にガラスを増設。増設したこの位置に同じブロックを置いてください。正面から見るとこんな感じ。この今置いたブロックの上にはレバーを設置して、右下にはレッドストーンコンパレーターを設置。三角のやつですね。置いたら一度カチッとさせて、奥の赤い部分が光ってるようにします。そうしたら、上にレッドストーンダストを置いて、上から見るとこんな感じ。そして、左の、ここにも置きます。はい、ここです。血で説明するより、見た目で説明します。この位置。そしたら一度この装置の上、立ちまして、トラップドア何でもいいですからね。トラップドアを、フェンスの上に置きます。必ず装置の上側から置いてください。なぜなら、トラップドアこのように開くと、奥側にパタンとなってほしいんですね。地上から置いてしまうと逆の向きになってしまいます。なので、装置の上からパタンとする。一応動作確認として、レバーをオンしちゃってください。せーの、よいしょ。そうすると、はい、カチカチなってトラップドアがものすごい勢いでパタパタしてたらもう全員で抱きしめ合おう。抱きしめ合わなくていいけど、これも嬉しいよ。これも大成功ですよ。で、一度止めときます。で、正面に地上戻りまして、ちょっとね、一回縦積みとかして、こっから超重要なのがトラップドア持ちましてね。いきますよ。このね、レッドストーンダスト、上に置いたダストの側面にトラップドアを設置します。どういうことですか？もう一回やりましょう。これね、
わかります？ちょっと当たり判定あるんですよ。側面に置けるんですね。側面にトラップドア置きます。横から見ると一目瞭然ですね。ブロックの側面には置いてないんですよ。レッドストーンダストの側面に置かれている。これが重要。で、上のトラップドアパターンとね、上側にピタッとさせてください。ここまでできたらお疲れ様です。まずこの状態で先に虫食いのスプラッシュポーションを作ってください。はい、作り方がわかりません。説明してくれるかな、きよきよさん。どっちから説明します。ご安心を。きよきよチャンネル視聴者さんにお役立ちするチャンネル目指してますんで、100万人登録目指してます。ぜひ登録お願いします。ブレイズロッドとかでね、クラフトできる醸造台を置いて、ガラスを使ってクラフトできるガラス瓶を3つ用意していただいて、近くの川とか、水源に行っていただき、ガラス瓶で水すくっちゃってください。必ずね、3本すくってください。なんでかっていうと、醸造台、これ画面開くとね、水入り瓶3つ設置できるんですよ。1回の醸造で3本作れるんで、お得なんです、一番。ただ、この醸造台開いたタイミングで、約 20% の方が、やめてやろうかなって思いました。なぜなら難しそうなんだよね。ただ、ご安心ください。ゆっくりやっていきましょう。まず、この醸造台の左側。ここにブレイズパウダーを入れます。入れるとね、すぐ燃料が充電されました。何個ももう、たくさんある方はもう設置しといちゃって OK です。で、この動画最後まで必ずご覧ください。注意点のオンパレード最後まで続きますんで、必ずご覧ください。この水入り瓶セットできたら、上にネザーウォートを1個入れます。このネザーウォートはネザー要塞で取ることができます。そしてね、畑を作って増やすことも可能なんで、ぜひね、作ってみてください。ネザーウォートをこう、1個置くと、チュン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 と矢印がどんどん下に注入されていって、入ると水入り瓶が奇妙なポーションになりました。ややこしいよね。何が奇妙なの？なんでネザーウォート入れると奇妙になるの？わかりません。わかりませんが、ポーション作るに必要なんですよ。奇妙なポーションができたら、はい、上に石。このね、丸石じゃないですよ。石。焼いた石です。丸石焼くと石になります。はい、シルクタッチで取ると、この石になりますが、石を入れます。はい。なんと、ドリンクにね、石詰め込んじゃうっていう、相当クレイジーですよね。人間だったら飲めませんという話ですが、この奇妙なポーションがどうなるかというと、ドゥン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 入りまして、虫食いのポーションができました。はい。そして最後、虫食いのポーションにクリーパーなどがドロップする火薬を注入してあげます。そうすると、ドゥン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 、チャキン虫食いのスプラッシュポーションになりました。これイメージしやすいですね。火薬でスプラッシュしちゃう。弾けちゃう。スプラッシュするぜ。わかりやすい。これね、3本できたら3本取ってください。たまにレッドストーンで時間延長3分から延長できますかって質問来ますが、これ延長できません。で、おすすめなのは、もうね、横にチェストとかを置いて、虫食いのスプラッシュポーションを入れちょいちゃいましょう。1本につき、だいたい経験値が、アルマジロ3体の場合は54程度、ゲットすることができます。なんで1回にはね、一応1本使うんですよ。なんでまた近くにね、水源置いといて、いつでもガラス瓶で、水入り瓶回収できるようにして、一気に作っちゃうのがおすすめ。ネザーウォート入れて、石入れて、火薬入れる。で、ここにしまっとく。これが一連の流れになります。では、大詰めです。この装置から離れまして、これぐらいの距離感。だいたい7マス、8マス離れてれば OK です。トライデントをご準備いただき、この上のトラップドアに、アルマジロの数、プラス2本刺してください。結構使いますねってそういうことですよね。アルマジロ私3体今回入れてますんで、トライデントをここに5本打ち込みます。ちょっとこれ結構難易度高くないですか？そう思った方いらっしゃると思いますんで、動画の説明欄にはトライデントが無限に集まるドランドトラップ、トライデント無限装置も貼っておきますんで、ぜひそちら作ってみてください。投げ方としては、トライデントを構えて、トラップドアの真ん中辺に投げる。ちょっと一回外して、投げる。もう一回外して、投げる。これトラップドア開けないようにしてくださいね。今3本投げましたんで、4、そして5。はい、打ち込みました。一応おさらいですが、トライデントは耐久値、投げた1回だけ減ります。この装置はトラップドアパタパタさせて、トライデントを動かして、シルバーフィッシュを倒して経験値をね、ゲットするんですけど、シルバーフィッシュを倒すとき、耐久値減りません。これが統合版最強トラップのゆえんですね。そして、この刺さったトライデントは、なんと消えません。安心してください。ネザーに行っても、ログアウトしても消えない仕様になってます。で、バグ寄りの挙動があって、消えちゃったり他の挙動がありますが、こちら動画の最後にご説明します。絶対に最後までご覧ください。マジで。他にも注意点あります。で、近寄るとね、トライデントは吸うことができます。
ここまでできたら、この上のトラップドア一度破壊してください。そうすると、はい、このようにね、トライデントがちょっと向き変わりながら落ちて、フェンス上のトラップドアにぶっ刺さります。そしてこの状態で私も今サバイバルにしてみました。このまあね、作った虫食いのスプラッシュポーション3分を1個手に持ちまして、まずこのレバーをオンしてください。そうするとトラップドアがパタパタして聞こえますかね？トライデントが落ちる音がするんですよ。ちょっとした金属音がします。こうなってることを確認したら、水流に向かって虫食いのスプラッシュポーション投げます。よいしょ。そうするとシルバーフィッシュがうわー来た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 出現して、辺りに経験値が出て、トライデントでどんどん処理されてきます。行くよ行け。ちょっと一回貯めてみようか。重さ気になる方は、経験値も早めに取ってあげてください。うわやばい、吸っちゃってる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 よ。行くよ行くよ行くよ。もうね、ほんと、たったの30秒ぐらいですが、行きます。せーの、オラ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 、うおーやっべえ。ちなみにね、このフェンスの下いれば、トライデントを吸うこともなく、シルバーフィッシュに攻撃されることもないので安心です。やばくねえかこれ。そしてこの動画もう3回目ですが、最後まで絶対ご覧ください。注意点と運用方法、マジでこれ注意点だらけなんでご説明します。でもこれ守っていただければ安心です。さあもう終わりましたかね。終わりました。それでは経験値見ます。せーの、よいしょ。51。こちらね上下あります。これ下ブレると大体48、上ブレると56っていう感じですね。幅はあります。こちらね、このように終わったらレバーでね止めてあげてください。これで、一連の経験値回収は以上となります。ここから注意点発表します。まず大注意点が、設定からこのようにね、難易度をね、簡単に変えることができる。これが統合版のね、特徴なわけですが、ピースフルに一度でも変えてしまうと、なんと、このね、ゾンビが消えてしまうんです。で、ここ連れてくるのもちょっとまた大変になりますでしょ？まあ、本当にやろうと思えば、この辺削って、またゾンビ、うまいことトラップドアでとか押し込んだり、ちょっと殴って閉じ込めたりすれば、復旧は可能ですが、結構めんどくさくなります。ピースフルにすると、モブが湧かない設定になりますんで、これ大変です。なんで、ピースフルにしないか、もし万が一してしまった場合は、頑張ってここにゾンビを連れてきてください。で、こちら、経験値が回収し終えたら、もしこの装置から離れる場合、近くに、もうチェスト置いちゃってください。チェストに、一度、このサボテン、破壊して、サバイバルだったらドロップしますんで、もう一度ね、保管しちゃってください。これなんでかっていうと、ゾンビに怖がって丸まってくれてるわけですが、ワールド読み込み時になるとね、なんと、ゾンビが近くにいるにもかかわらず、丸まりが解除されちゃって、サボテンのダメージで死んでしまうという、ちょっとバグ寄りの挙動があるんですよ。ワールド読み込みなんで、使用の範囲とするのか、これ非常に難しいラインですね。で、その使用とかバグ対策をするために、チェスト、回収して保管してあげてください。近くに砂漠とかある方はね、何個もね、もうワンスタックとか保管しちゃって OK です。で、使う時になったらもう一回ね、サボテン置いてあげてください。そうするとね、アルマジロ死なずにまたダメージエフェクトが出ます。で、ここからマイクラ使用マスターへの道なんですが、先ほど言いました。ピースフルにすると、ゾンビくん消えちゃいます。で、誤ってサボテン置きっぱにした場合、上のアルマジロは丸まりが解除されちゃいます。なので、サボテンで死んでしまうんですね。一気に壊れちゃうっていうこともあったりするんですよ。なんで、ピースフルにはしない。もししたとしてもゾンビくんちょっと連れてくるの頑張りましょう。でもアルマジロここもう一回入れるのもう大変なんで、その使用をなくすためにサボテンは回収して保管。これが一連の流れになります。一度まとめると、まず虫食いのスプラッシュポーションを手に取ります。そして、サボテンをこのチェストから回収して置いてあげます。そして、虫食いのスプラッシュポーションを投げて、先ほどと同様に経験値を回収したら、レバーとか止めて、サボテン壊して、サボテン保管。これが一連の流れになりますね。そしてまだ大注意点。これもバグ寄りの挙動なんですが、レバーもう一度オンすると、トラップドアの開閉音とともに、トライデントが刺さる、落ちる金属音します。動いてるんですよ。一方で、またこちら離れた時に、使用上まずトライデント消えません。ただ、ワールド読み込み時にトライデントがブロックにめり込むという挙動があるんですね。刺さってる見た目なのにレバーオンしてもトライデントの音が聞こえない。これするとね、シルバーフィッシュが倒れません。なので、もしめり込んでしまった場合、
動かなくなっちゃった場合は、このように縦積みして、またトラップドアをレッドストーンダストの側面につけて、この位置にトライデントをアルマジロの数プラス2本差し直してもう一度落としてあげてください。トライデントはこのように近寄ると回収できますんで、今回収しました。なんでもう一度差し直すという手間が発生する時があります。もしそういった挙動あった方試してください。マルチプレイでプレイしている方はトライデントを刺した人がログインしている必要があります。そうしないとね、経験値が出ないので、そこだけ注意してください。作れた方ぜひグッドボタンと作れたよというコメントお待ちしてます。キヨキヨチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録頑張ってます。ぜひ、こちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして、トライデント無限や雲スポナートラップの作り方、こちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。